と初めに簡単にお聞きしてみたいなと思うんですが、すでに在宅ワークをもうやってらっしゃるという方、よろしければどうぞお手を挙げていただければと思います。あ、やっぱり多いですよね。ありがとうございます。多分ですね、日本全国たくさん、1都道2府43県あるんですけれども、徳島と佐賀県、県レベルでいうと多分この2つあたりが非常にその在宅ワーク、在宅で働くというところをですね、自治体の方も力強くこう底上げしてる県になるんじゃないかなと思います。今日はテレワークに関してということなんですが、あの説明おいおい出てきますが、今日お話をするのは雇用されていない独立事業者としての在宅ワークという方のお話に非常に振っていきたいと思います。もちろん企業で雇用されていながらテレワークという要は会社にお勤めしないでご自宅で働くもしくは、テレワークセンターだとか、コワーキングの場所だったり場合によっては喫茶店なんかも含めて要は会社に行かないで働くという、リモートワークという言い方をしてますけれども、そういう働き方というのもちょっとずつ出てきてはいるんですけれども、今日はいろんな意味でご自宅でご自分の家族や自分の働きたい時間と調和をつけながら働くという働き方の在宅ワークに関してお話をしていきたいと思います。すでにやってらっしゃる方は、自分の、こう働き方の中でもうちょっとこんな風に工夫をするとお客様に喜んでもらえるんだとか、そうそうそう、なんとなくなあなあでやってたけれどもこの部分はちゃんと抑えないといけないんだねっていう風にちょっとレビューといいますか復習の意味で聞いていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、在宅ワークなんですけれども、在宅ワークとは在宅ワークっていう種類の仕事があるわけじゃないんです。在宅ワークっていうのは仕事の種類ではなくて働き方です。自宅で働く。そして、今日お話ししますのは先ほど申し上げたように雇われずに自分でお付き合いをする会社も決めていくという自己責任で行っていくという働き方なんですね。でこの在宅ワークの中では、内職と違って情報機器であるこのパソコンを活用しながらでインターネット通信っていうこの通信技術を使ってどこにいてもどの状態でも定年なしにずっと働くことができるっていうような働き方になります。これを業務をお約束をして仕事をするということで業務の請負契約というような表現をしています。これが雇用契約と違う部分なんですね。雇用契約というのは雇用主と雇用者といわゆるちょっと上下といいますか縦の関係に見えますね。雇用主の方は、雇用している人に決められた日にちにお給料を払わなきゃいけない成果の以下にかかわらず原則ねとかあと何時間以上働いた方には、社会保険とかに加入してちゃんとそういった福利厚生も面倒見てくださいよだとか場合によってはなんですがそういう福利厚生社会保険とか入っている方は会社をお辞めになった時会社都合であれば早めにご自分のご退職の場合でも、何ヶ月か以上経てば失業保険が出ます。こういうものが一切出ないんですね。この請負という契約に関してはというところなのでまずは自己責任が大きいんですよということ。それから業務を完了させた時にお金が払われるということですからやっぱりその約束を守る。ただ人間いろんなことがあります。どうしても納期に難しくなってしまった、自分の理由もありますし場合によってはご家族の理由もあるでしょう。そういう時に黙ってたらわからないですね。会社にいた時にはどうしたのっていうふうに同僚や上司が声をかけてくれるかもしれない。でも自宅で自分で仕事をしている時に困ったなとかわからないとかトラブルどうしても今これすぐにパソコンが復旧しないデータが壊れてしまったっていう時にまず連絡まず相談っていうコミュニケーションを自分で積極的に行っていくという気がついてじゃなくて助けてちょうだいじゃなくてそれは自分からこういうことは私はここまでできるんですけれども助けてくださいではなくて譲歩してくださいという交渉を
自分で行っていくというような働き方ですから、始める前に自己分析をすることがすごく大事なんですね。で、自己分析って何っていうと、もちろん自分は何が強いんかなっていう自分の強みを知るっていうのもすごく大事なんですが、実は自分が失敗しがちなところが分かってるのが一番大事です。結構夏休みの宿題を8月の30日の夜ぐらいから馬力かけてやってたパターンの方っていうのは、どうしても納期ギリギリまでまあ大丈夫大丈夫っていう方は納期の事故を起こしやすいですね。あと、私の自分の事例で言うと、私ね、カタカナ下手くそなんですよ。例えば量って言ってるつもりが竜って書いてても自分で気がつかなかったりとか、なんとかピャーとかなんとかシャーとか言ってるのが同じように聞こえちゃったりとか、カタカナ下手くそなんですね。で、人によってはアルファベット苦手っていう方もいれば、数字がどうしても6と5と間違えて書きやすいとか、間違えて認識しやすいとか、いろいろあります。その人によっての癖。あとは、さっきは夏休みの宿題ギリギリパターンですけど、もうそんなん何回も聞かんといてっていうぐらい細かいことを何回も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 聞いてきて、発注した側から言うとちょっと面倒くさいタイプの方もいらっしゃるんですね。自分で考えやそんなんとか、調べろとか、もう Google でも Yahoo でも分かるわみたいなのを何度も何度も、もういわゆるだから心配性の方とか、つまりこれパートや正社員で働いていようが、ご自宅で請負で在宅ワーカーとして個人事業主で働いていようが、顔を合わせているか合わせていないかだけで、ご自分が周りの方に与えているちょっと困ったなっていう部分は変わらないと思ってください。自分がいろんな方にニコニコって笑顔でこうご挨拶がこうできなかったタイプの方は、やっぱり在宅でも同じなんですよ。お電話でお話をしてても、ね、皆さんよく多分テレマーケとかやってる方はよく言われると思いますが、相手と顔を見せていなくても、ご自分がこうちょっと鏡を置いてね、ニコニコっていうこういう感じで、あ、こんにちは、何がトラブルですかっていうふうにやっている声と、何にも気にしないで、はい、はい、こんにちは、はい、あ、トラブル、はあ、はあってやってるのと、声のように文字に乗ってきます。在宅ワークっていうのは、お勤めをしている時と基本コミュニケーションは変わらないんだっていうようなところも含めて、自分の得意不得意は何っていうことを分かった上で、それを気をつけながらやっていくっていうことがすごく重要になります。はい。で、先ほどちょっとお話をしました、会社員と個人事業主、何が違いますかというと、保険みたいなお話はしましたね。あと、確定申告とかを、税金とかは自分でやらなきゃいけないっていうのがあります。もうすでに今日始めてらっしゃる方も多いので、あんまりこう、ゆっくりゆっくり丁寧には、折り返しはしませんが、よく聞かれるのが、1円でも儲けたら、これ、旦那さんの扶養控除から外れてしまうんですかっていうような質問をもらいますが、そんなことはありません。ご自身の、扶養の一人一人の控除金額って30数万円あるんです。皆さん持ってますので、ですからばっくりした言い方しますが、10万円や20万円ぐらいお仕事をされても別に扶養控除には何にも響きませんので大丈夫です。そして個人事業主のお仕事をされた時には、収入に税金がかかるんじゃないんです。これね、収入と所得っていうちょっと2つの言葉があるんですが、いろんなお金をもらうもの、これ全部合わせて収入と言います。例えばご自身がこうね、県内でアパートとか大家産業をやってらっしゃるっていうと、そういう家賃収入って言いますよね。そういうようなものとか、パートやってらっしゃって在宅ワークとダブルで収入の口があるっていう、この収入から在宅ワークに関しては、これをやるためにかかったお金、これを経費と言います。この経費を引いて残ったものが所得になるんです。だから
いわゆる国税と言われている、通常この確定申告で払います税金は所得税と言います。収入税と言いません。ですから経費というものを自分できちんと分かっておくことが必要なんですね。で、今例えばお部屋が、ちょっと計算しやすいようにありますね。お部屋が3部屋ありますと。で、お家賃12万のところに住んでましたと。で、1部屋でお仕事してます。そうすると、2部屋いる中の1部屋でお仕事してるので、12万のお家賃のうちの、要は3分の1の4万円分は、仕事をするために必要かかったお金、経費として、毎月計上することができます。毎月経費として計算することができます。そうすると1年間やると4万円かける12万円ですから約50万が経費として自分が仕事をするときに必要だかかったお金だって言って、取ることができるんですね。お部屋数で割るっていうのとあとは働いた時間数で割るっていうやり方ありますね。在宅ワーク始めて本当に1年間で例えば5万円ぐらいしか今年は稼がなかった時にでもかかった経費が50何万円っておかしいじゃないですか。っていう時には例えば1年間の中で1ヶ月だいたい1日ぐらいしか働きませんでしたねって言ったら30分の1をお家賃分から引けばいいっていうような考え方です。そうすると12万円だとだいたい4000円ぐらいですよね。それを、今年は経費として引きますっていう考え方。同じように水道光熱費なんかも考えてください。ご自分がご自宅で、12時間ぐらい仕事してますって言ったら1日24時間ですから半分は経費として計上する。でこの経費として計上するときに大事なのはエビデンスという領収書をちゃんと取っておくっていうのがすごい大事なんですね。だから今日この場に来られて在宅ワークまだやってないどうしようかなと思ってる方も領収書だけは取っておくといいですよ。で経費の考え方はその年の1月の1日から12月の31日までです。だから今年パソコン買った方は取っといてください。でも去年はちょっとねダメなんです。計上できないんです。はい、これ法人とかもっともっときちっとお仕事として事業所なりしていくっていう時にはそのお仕事を行うにあたり、かかった経費みたいな考え方もあるんですが原則は1年間だけしか有効じゃないよっていうふうに覚えておいていただいたらと思います。はい、で税金の話はですねやっていくとものすごくもうそれだけで今日一日終わってしまいそうなのでまずは領収書取っとくんだと。で領収書が出ないもの例えばもうウェブ決済にしてますっていう時にはウェブ決済のページのコピーを取っておくようにしてくださいと。きれいに書いた家計簿を持ってって税務署に見せてもいやいやって言われちゃいますので家計簿はダメですよって、この辺りだけ覚えておいていただければと思います。で、実際に始めるときに必要なものって特にありません。でですね、在宅ワーク詐欺で10年ぐらい前はよく在宅ワークをするためにこのパソコンを買えっていうのが多かったんです。でも最近はないです。もう皆さんのご自宅にパソコンありますので、最近はどういう怪しいのが多いのかっていうとシステム利用料なんです。これ本年度の厚生労働省のセミナーで毎回どこでもお話をしてますが、東京でやって大阪でやって3カ所目がこの徳島なんですがシステム利用料という形で毎月ですねだいたい3000円から5000円ぐらいを請求してくるタイプの会社さんがあります。で厚生労働省では、なんか困ったなっていう時の、ホームワーカーズウェブの方にもいろいろ載ってるんですけれども実際に電話相談なんかも行ってるんですね。で今日もお越しですが男性の方の、電話相談の中でこのシステム利用料や適正なお金ってこんなもんですかっていうふうに聞かれることが多いんですが原則ですね在宅ワークを始めるのに費用がかかるっていう時にはどうしてその費用がかかるのかっていうことをきちんと自分の中で一旦考えていただければと思います。
その上で納得しても払うというのであれば止めないんですけれども、なかなかこうご説明が通じないことが多いですね。で、その3000円から5000円のシステム利用料を請求してくるような会社のホームページを見ると、ものすごくちゃんとできてます。下手するとホームワーカーズウェブのページに激似とか、私たちの会社、株式会社キャリアマムという会社が受託しております。キャリアマムのページにもう激似だったりするんですが、ずーっと会社概要を見ていくと、会社のお問い合わせ先だけ工事中なんです。会社の名前は書いてるんだけれども、お問い合わせ先の電話番号がない、メールアドレスがない、なんていうことがありますので、連絡が取れないという、工事中ってありえないですから、そこで見抜いてほしいというのが1点。で、お電話で、そういうね、カモリストってあるんですよ。一度なんかそういうところに引っかかっちゃった方は、残念ながら、皆さんのそういった情報というものは、もう一生涯いろんなところに渡っていくと思ってください。で、そういうのが来た時には、例えば電話で少ないんですけど、もし電話で来たら、電話よーく耳を澄ましていただくと、向こう側で同じようなことを喋ってるオペレーターが10人ぐらいいたら、おやっと思ってください。で、電話で在宅ワーク、おやっと思った時には、あなたの会社で打ち合わせをさせてくださいって言ってください。それが東京だろうが沖縄だろうが、あなたの会社に最初だけは行きたいんですって言って、かたくなに来るなという会社は会社自体が存在してないというケースが往々にしてあります。コールセンターオペレーションのところで適当にやってるっていうケースがありますから、あなたの会社に行きたいと。こういうようなちょっとした起点や知恵で在宅ワークの詐欺から自分自身を守ることができます。むしろですね、パソコンやインターネット、プリンター、コピー、ファックススキャナーってありますけれども、仕事が軌道に乗ってきてからこういうものは揃えていって大丈夫です。まだ在宅ワークでこのプリンターがいいですよっていう詐欺の事例は聞いたことないんですが、おいおいですね、もう本当にどん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 いたちごっこですので、こういうのも厚生労働省のこういうセミナーを、動画とかでも流れるのを見ていて、やる輩もいるかもしれません。もうスキャナー自体はただなんですけどねとか言って、よくあるパターンですね。インクがね、1本1万円もしますというような、そういう新たな詐欺商法も出てくるかもしれません。むしろご自分でしっかりとした名刺を作って自分の納得ができる会社さんとお仕事をしていけるように、自分自身がビジネスパーソンとしての常識を忘れずにお客様と対峙していけるようにしてください。ですからスーツ、これちょっとリクルートスーツっぽく書いてますが、いわゆるゴルフ行く時とちょっと同じような感じだと思ってください。上着といいますか、女性の方はこれペブラムがない、要はノーカラーのジャケットでもいいですから、ジャケットをねちょっと着てお客様とお打ち合わせができるように。たまにねデザイナー系で勘違いされてる方がいて、ちょっとヨレヨレのね T シャツとかに穴の開いたジーパンとかで、いやっつってなんかサングラスかなんかかけてくる方とかいらっしゃるんですが、格好ほどそんなに出てくるものがいいっていうのは少ないですから、やっぱり TPO をわきまえて、ビジネスのお話の時にはビジネスのお話の格好で、クリエイティブなブレインストーミングなんかの時にはもちろんそういうご自分の主義主張の格好でもいいと思うんですけれども、そのあたり、最低限の常識というものはわきまえていただくとお客様が安心します。はい、そして名刺の方にはご自分の携帯電話と、あとですね、メールアドレスですね。メールアドレスだけでもいいんですが、仕事をお願いしたいときにメールアドレスだけだとちょっと面倒ですね。あとメールアドレスに、特に携帯のメールアドレスだけですとパソコンからは届かないケースが往々にしてあります。特にソフトバンクとか、ドコモとかは結構セキュリティが高いので、私たちの会社からお出しをしても、例えば今日のセミナーなんかのご案内でも何名かやっぱり届いてらっしゃらない方がいらして、でよくお話を聞くと自分の携帯、携帯といいますか、スマートフォンのセキュリティの部分で弾かれてしまっているというケースがありますので、少なくてもこの
アドレスだけをお使いになられる方はいわゆるパソコンとかですね、すべてオール受け入れるという形でフィルターの方で除去するなら、排除していただいて、だけれどもフィルターも1週間に一遍は確認をするというようなことを心がけてください。でもう一度、おさらいですが、在宅ワークに必要なスキル、 IT スキルもとっても大事なんですけれども、こういうのはですね、多分徳島県内の中でもテレワークセンターとかできちんと教えてくれてらっしゃると思います。女性向け、ママ向けということで、ちゃんとお仕事していきたいよという方に向けての本当に有意義なそういう学びの場っていうのは県内でやっていただいてますので、ぜひぜひ探していただいて、そして2番や3番、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルというものが実は個人事業主でお仕事していくときには大事なんですよと。ですからご自分が外に出て外勤で働いていたときにどうしてたかな、どんな注意を受けていたかなっていうことをぜひ忘れないでいただけると、とってもそれは大事なことだっていうことですね。あとコミュニケーションもクイックレスポンス、早くとりあえず1本電話でもいいので早くお返しするということと、あと徳島県内でそういう在宅ワーク、今日も3分の1ぐらいお手が上がりましたので、ぜひ仲間を作っていただいて、ちょっと自分が大変だなっていう時にちょっと困ったっていうのがお互いに困ったが融通できるような、そんな仲間を作っていただければなと思います。はい、じゃあ実際には在宅ワークどんな種類があるのかというようなことで、やっぱり初心者の方がやられますのはデータ入力とかライティングとか、音声起こし、文字起こしですね、こういう文章の仕事っていうのが非常に多くなります。でなんでこの文章の仕事とか、データ入力は数字もあるんですけれども、ひらがな、文章、文字、それから数字っていうのは日本の場合はやっぱり義務教育がしっかりしてますので、皆さん小学校の時点で習ってらっしゃいますよね。小学校多分1年生の時点で、ひらがな、カタカナ、漢字、それからローマ字ってやるかなって思いますので、こういうものを使ってお仕事をするということが比較的、簡単に、スタートすることができます。でデータ入力でよく聞かれるんですけれども、ブラインドタッチができないとダメですかって聞かれますが、ブラインドタッチはやる方が早く仕事が終わるかどうかだけの話です。でブラインドタッチができるから私できるわっていう方に陥りがちなのが、結構ミスタッチをしてるのにそのまま納品してるというケースです。でミスタッチがなぜ最近起こりやすくなっているかというと、パソコンの性能が上がってきていることにも起因をしています。昔は大型のデスクトップ型という形で非常に画面も大きかったんですが、今日私が使ってますこれも、分離できるタブレットと分離できるタイプなんですが、本当に小さないわゆるブラウン管的なねブラウザーのこの部分でもとってもクリアに見えるようになったがために、データ入力や、文字起こしの際にしようという、こんな風にお仕事してくださいっていうのと違う形で納品してしまうトップ3としては、全角と半角のミスというのがあります。全角半角が隙間が空いてるのがよくわからないんですね、小さい画面の中で見ていると。全角半角ミス、特にカタカナや数字の場合はうっかり間違えてしまうケースがあります。それから2つ目、勝手に一番直前に行った文字変換をパソコンが覚えていて、自分が意図したものと違う文字変換をしてしまうというケースです。例えばご自分が地域の子ども会の役員をやってましたと。でこれ厚生労働省系で、例えば保育園とかにお勤めの方は子どもっていう表記の時に子どものどもってひらがなで表記するんですね、割と。これが割と通常多いんです。そうするとそういう文字起こしをしていて、子ども子どもどもっていうひらがなで最初の3ページぐらいやってたところで、地区の子ども会のお知らせっていうので、子ども会のお知らせの時にどもは子ども会って全部熟語でやってました、漢字でやってました。そうするとそれで覚えてしまっていて、4ページ以降の子ども子どもと変換している時にブラインドタッチでバババババババって
もうこっちだけ見てやっているとミス変換されていることに気がつかなくなってしまうというような感じの変換ミスっていうのが2つ目にあります。あと3つ目は同音異義語という形ですね。自分では意図していない形で変換されている。よく言われるブリッジの端とチョップスティックスの端とエッジの端、これ漢字で書くと全部違うんですけれども、これを端ってやった時にもうこちら側でどういうふうに変換されているかということをきちんと見直しをしないと間違えてしまう。で、この手の文字入力の場合なんですが、会社さんによりけりですが A41 枚ぐらいのペースの中でスペースの中でだいたい3箇所から5箇所ミスがあると、その後ろは全く見ないで全部やり直しって返されちゃいます。よく在宅ワークの仕事をやっていて儲からないっておっしゃる方はなぜ儲からないのかというと、手直し手戻りがものすごく多いんです。なので短時間でミスがなければそれで終わっていくものをダダダダダダダってやって、とりあえずはいっていうふうに投げるように納品をするので、間違いがありますよと、もう一度見直してください。ってやって見直しをするんですが、人間集中力ってそんなに続かないんですよ。なので最初の5枚から10枚ぐらいはなんとかいくんですが、例えば40枚ぐらい書くと後ろの方にミスがある。だから見直しの時に後ろから見直したり、あともしご家族で日本語読める方とか数字の違いが分かる方、だいたいこれ年長さんぐらいになると分かりますので、ウォーリーを探せみたいな形でこれとこれと違うのあったら教えてねとか、なんかデコボコ見つけたら教えてねっていうふうに言うとお子さんでもできますので、先ほどちょっと見ていただきました。実は最近はプリンターもご家庭に持ってらっしゃらない方増えてます。でブラウザーだけで確認をすると、さっき申し上げたような全角半角のミスって本当に見つけづらいので、ちょっと無駄かなと思うかもしれませんが、一度プリントアウトをして違う人間で紙で確認をしてもらうとかなりの確率で間違いというものが見つかりますので、文字やデータ入力を在宅ワークでやろうと考えていらっしゃる方はスキャナー、ファックスと混合型でいいです。混合型でいいですから、紙でやっぱりプリントアウトしたものを目視確認をしていくということを行っていくことをお勧めします。またパソコンでマッキントッシュではダメですかとデザイン系をやっている方によく聞かれます。マッキントッシュでも Windows 機のいわゆるWindows の、アプリケーションである、Word とか Excel とかが競合で一緒に使えるっていうものはあるんですが、1点だけですね、最近ずいぶん変わってきてるのかもしれませんが、これ共有して最終的に Windows 機でプリントアウトとか画面上で見た時に若干のズレが起こるケースもありますので、そういったところは自分の環境がこうなので、最終的な文字ずれや見えた時に何か不具合がないかどうかということはご確認お願いしていいですかというようなところをお客様にあらかじめアナウンスしておくっていうことはすごく大事になります。これお客様とやり取りをするときに、例えば提案書でよくあるパターン、相手のパソコンにパワーポイントがないというケースっていうのは結構あります。ご自分がパワーポイントを例えば搭載していても、相手はパワーポイントじゃなくてビューアーで見てるというケースもありますので、お互いの環境が同じか、Excel でも例えばバージョンが10、いやいや7とかもっと低いっていうケースもありますので、だろうではなくてかもしれないっていう知識を持っていくことで、この、音声起こしデータ入力ライティングというものの中でお客様ともいやいやそう違うとか、いやいやこうやってこういうふうに言ったじゃないですかみたいな無用のトラブルというのは避けることができます。であともう一つ、自分の要はギャラを上げていくために、例えばウェブサイト制作以下もそうなんですけれども、自分の得意分野っていうものをやっぱり持っていくということが大事です。でこの得意分野なんですが、別にすごいものすごい高級なことができなくても大丈夫です。例えばお料理が好きだから私は和食はものすごく通になろうとか、例えば釣りが好きだから
釣りだったらいろんなこと分かりますよ。魚のことも分かりますよ。とかっていうふうに、ご自分のお好きなところを、深掘りしていくっていうのはすごい大事なんですね。で、深掘りの知識はぜひ図書館とかで、いろんな本、要所読んだりとか、専門の新聞紙を読んだりとかっていうようなことで増やしていっていただきたいと思います。はい、あと、ウェブサイト制作以下のところがちょっと色付きが変わってるんですけれども、このあたりっていうのはやっぱりね、スキルがないとなかなかできないんですね、DTP のオペレーターとかも。ですから、ぜひですね、短時間で全くご経験がない時にこれを商売としてやっていくのは難しいので、例えば職業訓練校なんかもあります。3ヶ月から半年ぐらい通わないといけませんけれども、しっかりそういうところでスキルは身につける。それとそのスキルが実際に仕事ができなくても、例えばホームページを作るとかチラシを作るっていうのは、これ広告を作るっていうことなんです。お客様の売り上げを上げるためにそれを支える媒体を作る、メディアを作るっていうことですから、広告代理店や印刷会社にアルバイトでもいいので3ヶ月から半年ぐらいお勤めをすると、お客様とどういうやり取りをしているのかということを知ることができます。特に日本の広告に関しては四季があります。春夏秋冬と四季ごとに折々セールスだとかキャッチを作っていってますので、この、1年間の4シーズンの中でどんなふうにお客様にリーチしているのかということを知るというのは非常に重要になります。自分が作りたいものを作る、このデザインだから気に入るだろうではなくて、お客様は売り上げを上げるために在宅ワーカーの外のスキルを使いながら自社の収益を伸ばしていく、自分のところの会社が儲かるようになるために皆さんに手伝ってと助けてっていうふうに言ってるんだっていうことが分かれば、自分が作ったこれがいいだろうっていう押し付けではなくて、お客様がここ書いてっていうこのかゆいところに手が届くようなお仕事ができる方、デザインであればそうですし、例えば会計とかであればここが繁忙期なのよねっていうような時に手伝っていただけるような、そんな在宅ワーカーになるとお仕事は途切れずに入ってまいります。この辺りが、経理や事務代行とかですね、翻訳業務なんかに必要になってくる。プロとしてのスペシャリストとしての部分と、そして、もう一つやっぱりご自分がお客様の気持ちに沿っているのかと。で、こういうようなお客様の気持ちに沿った働き方ができると、月収もちゃんと10万以上稼いでる方が半数以上いると。で、実際に仕事はどうやって見つけますかというので、今日はこの後ですね、後半、クラウドソーシングだったり、直接お客様とやり取りをしているケースとかいろいろ知っていただければと思うんですが、やっぱり直接元いた会社からもらってるとか、知り合いから声をかけていただいているというのが半数以上あります。ですからやっぱりお仕事をしている時に、やっぱり会社を例えばご退職される際も後足でこう砂かけるような辞め方するのは良くないですね。あと地域の中でさまざまな地域活動されていると思いますけれども、この時もぜひですね、本当に進んで皆さんが困ってるっていうところをお手伝いしてあげると、そういう仕事ぶりというところは実際にお金を払う業務の時にも信頼してもらえるというところにつながると思います。で、直接受注ということで、企業さんと直接やり取りをするっていうのは、企業さんから直接お金をもらうというね、やり方です。これが、一番、報酬も何も手数料とか取られないので、高いっていうやり方になりますが、自分でこの企業を見つける必要があります。で、例えば直接受注だとどういう事例があるんですかっていうので、出てますけれども、名刺の入力だとかチラシのデザインだとかっていうので、こういう事例があります。事例はねちょっとホームワーカーズウェブの方で見ていただくことにして、で、もう一つは仲介という私たちのような会社に、間に入って、でそこから、仕事を、細切れに分散して受けるっていうやり方があります。で、仲介機関は何をやるかというと、営業や仕事を分解するということを仲介機関がやることになります。
で、この後でお話をいたしますそのクラウドというものと仲介の一番大きな差は、仲介と皆様方の契約と仲介機関と企業様の契約と、実はここ契約が2本あります。ですから最初の直接受注の場合、受注してくれてる、皆さんから見ると発注してくれている会社さんが倒産すると当たり前ですけど取りぱぐれます。倒産をすると第一優先は従業員なんですね。で第二優先がいろいろ抵当に入っているという担保に入っている、大体これ金融機関さんなんですが、皆さんがやられている、個人事業主さん、いわゆる外注先というのは第三優先になってしまうので、取れないか取れても、せいぜい10分の1、5% 程度、20分の1という形になります。これが仲介機関が2つの契約に分かれますので、実際私たちの会社も1000万円以上倒産してしまった時に、私たちが在宅ワーカーさんに500万円以上お願いをしていたお仕事というものは全部お支払いをしています。契約が切れるということはそういう意味になります。ですから、私たちはしっかりと担保をした上でお仕事をお願いをしているので、直接受注より当たり前ですけれどもお支払いをしている金額は小さくなります。で、どれぐらいになる、ライティングとか入力業務とかありますけれども、で、クラウドソーシングがその直接受注と仲介のちょうど中間地点になります。クラウドソーシングのプラットフォームを用いて、やり方としては直接に仕事のやり取りをします。ただですね、クラウドソーシングのプラットフォームを使っているときに、これいろいろなんですけれども、プラットフォームの中で、デポジットという形で前金でお客様からある程度お金をもらってるというタイプのクラウドソーシングの事業者、大型の事業者は割と皆さんこのパターンをやってますので、クラウドソーシングを通しているときには、その手数料分、システムを使っている手数料分は引かれるんですけれども、それ以外のものはもらえるよっていうことがあります。ただよくクラウドソーシングを使っているときは大丈夫だったんだけれども、直接相対の契約をしたときにあれれっていうようなことは聞きますので、クラウドソーシングのどんな大きな事業者に登録していてもその会社が絶対安全ってことはないです。個人事業主で仕事をする以上絶対安全っていうことはありませんので、これは雇用されてても同じですね。自分の会社がいつ倒産するかっていうのはもうここまで、変化の大きい時代になったら、絶対安全なんていうのはないだろうと。事業者例ということで、クラウドワークス、ランサーズ、ジョブハブさんというような、こういう大型のところは先ほど申し上げたようなデポジット制というものも組んでますし、もちろん意図して怪しい会社ばっかり載せてるっていうこともありませんので、こういうようなところを見ながら、例えばタスク、プロジェクト、コンペ形式っていうね、こういう形式があります。これは実際後半の、クラウド事業者さんの方にちょっとお話もしていただこうと思いますけれども、こういう形式のこの仕事の時には平均してこれぐらいの金額で発注されてるんだなみたいなところをこう見ていただくといいかなというふうに思います。はい。で、だいたいこれぐらいですっていうようなことでね、出てきていると思います。慣れてきている方の場合はこのプロジェクト形式なんかで、数ヶ月ぐらいかかるお仕事を数十万から場合によっては3桁ぐらいの金額のお仕事も取っていただいたりしますということで、それぞれの特徴が出ておりますのでね、直接仲介クラウドソーシングということで探し方や報酬、企業とのコミュニケーション、ちょっと、参考にしていただければいいかなというふうに思います。大丈夫ですか？なんか質問ありましたらね、また質問メモの方に書いてていただいてもいいかなと思います。で、最後になってきました。発注側から見た在宅ワーカーどういうふうに決めてるかっていうと、やっぱり能力もあるんですけれども、信頼できるかどうかっていうところが一番大きく問われていますよね。はい。で、信頼っていうのは、今日、明日に作れるものじゃないです。でも、今日、明日ですぐに壊れます。ですからやっぱり人として自分がどんなふうに地域の中でそして相手の会社とお仕事をしているのかというコツコツと信頼は積み上げていって、それを崩すこと壊すことがないように一個一個のお仕事をこんなもんだっていうふうに手を抜かないで誠実に仕事をしていくっ
っていうのがやっぱり長生きできるポイントですね。ご自分が在宅ワーカーとして長生きできるポイントになります。で、在宅ワーカー選ぶときにもう一つ見ているのが1日の作業時間です。で、もちろんパートと掛け持ちされていらっしゃる方、あとパートさんや正社員さんと掛け持ちしているケースの場合は、月曜日から金曜日はあんまりできないよとか、例えば火曜日、水曜日はお休みなので、その他の日は1日1時間ぐらいしかできないけれども、休みの日は8時間できますっていう方は、1週間通じて、例えば、20時間ちょっとですから1ヶ月で80時間ぐらい作業時間が確保できますという前提でお客様とお話をしていただければ大丈夫です。で、あと、こんな業者にさっき言いました。楽とか簡単とかね、初心者でも1日5時間で月給20万っていうと、時給4万円じゃないですか。どんな仕事やっていうので、時給で割り戻して考えていただくと大丈夫かなというふうに思います。はい。で、今日はガイドラインの方もね、入れてますので、ガイドラインのこのガイドラインブック、ちょっとね、下にあります。これ見ていただく、休み時間この後10分ありますので、見ていただいてもいいんですけれども、この中に契約書のひな形なんかもあります。ホームワーカーズウェブの方にもありますので、よいしょ。はい、この中ですね、お仕事やるときには、どんなに小さくても契約書っていうものを作っておいた方が安全です。ただ契約書って正式に言うと印紙がいるんですね、業務請負なので、印紙をやり取りするまでもって思うのであれば、覚書とか、要は仕事の内容、契約内容を文字で残しておくと、万一の時に、例えば少額裁判含めてやった時に、自分の方が少しでも有利になるように、文字で仕事の内容というものを残しておきましょう。で、発注書や契約書なんですけれども、特に決まったフォーマットがあるわけではありません。どうしても、パソコンが使うのが下手くそとか、私はワードはよう使わんわとか、エクセルは使わないわという方は、例えば請求書なんかは文房具店にもありますので、ダブルカーボンになったもの、要は書くと後ろに移るやつですね。そういうようなもので自分が何の請求を出したのかということをちゃんと覚えておいて、そして支払いを自分が支払い日の翌日にちゃんと支払われているかどうかというのを確認してください。支払い当日だとちょっとズレがあるケースもありますので。そして、支払われてなかった場合は穏やかな声で、入金が確認できませんということを必ず発注先に連絡をしてください。これをやることでいろいろなトラブルに巻き込まれることが少なくなります。ということで、在宅ワークを始めるにあたってというようなことのまとめというふうに、こちらの方に書かせていただきました。契約書や覚書というような書面を作っておくことで、皆さんが安全安心にお仕事をすることができます。